松盆栽生産日本一高松の盆栽園北谷養蚕4代目北谷隆一です。早速ですが今回のテーマは盆栽の道具です。盆栽の道具言ってもこれいろいろありまして、これある盆栽の道具のメーカーさんの、カタログなんですけど、ハサミだけでもかなりの種類があって、この辺又枝切りとか針金切りとか、各種すごい量があるんですけども、これだけ全部揃える言ったら、なかなか大変なんで、今日はうちで使ってる道具の紹介と、最低限これぐらいあればいいんじゃないかなっていう、そういうご説明をさせていただこうかなと思います。早速どんな道具をうちで使ってるかと申しますと、この辺ごく一般的なハサミですね。これも結構高いんですけど、このちょっと小さめのこれが葉っぱ切ったり芽切ったり細い枝切ったり、そういうようなハサミですね。でこっちのハサミがもうちょっと、太い芽だと枝だったりを切れるハサミ、その細さ柔らかさ硬さによって使い分けてください。これでもなかなか切れんような時はこの辺これちょっと安価な安めのハサミなんですけども、これなんか多分1000円前後ぐらいだと思います。そんなもんなんでそれでも結構切れ味はいいんですけども、太い枝でなおかつ柔らかいものも結構切れます。でそれでも切れん太い枝はこれなんかで切ったら相当太い枝が切れます。これは盆栽畑用の道具に入るようなもんですけど、使い分けていただいて、それでもいかんかったらノコギリとかはい、で次がこの塊が針金切りなんですけども、これもやっぱりさっきのハサミと一緒で細い針金用、これも細い針金用ですね。でこういう形になってきますと結構太い、このちっちゃいですけど太い針金切れます。先が頑丈なんで、さらにちょっと太い針金を切る用の、もう銅線なんかでいうとこれぐらいでないとなかなか切れません。アルミ線は結構何でも切れるんですけど、でこれよりもっと太いのはあるんですけど、大体これぐらいで大体いけるかなという。で次やっとこなんですけども、これが針金をかけてる時に最後ちょっと指ではどうしても曲げられないとこをこれで曲げたり、針金巻いた後の枝をこれでちょっと枝と針金ごと曲げてみたり、そんな感じに使えますね。なんだろう、ペンチみたいなそんな使い方です。これも枝をこう持って下げる時もありますし、でさっきもハサミの下りで枝を切るいうのもあったんですが、これなんかも枝を切る道具又枝切りっていうんですけども、この先が丸いんで結構深くえぐれます。こういう又枝切りで、これはちょっと先の尖った、でもここが丸いからやっぱこれも深くえぐれる又枝切り、又枝切りっていうのは太い枝をこれで切ります。でこれはちょっと先のまっすぐにしたい時はこれですね。でもう今ぐらいので切れないような太い枝はこういう又枝切り、この又枝切りもこの小さいのと同じように多分丸いのもあるんですけども、大体うちはもうこれぐらいでそんなにたくさん種類はいらないかなという。でもこれ幹割りっていうんですけど、針金でこう枝を下げる時にちょっとこれで割っといて柔らかくしてこれで枝下げるとか、あとちっちゃい木の幹に無理やりこれで傷つけて無理やり幹を割るみたいなそんなこともあります。でこちらピンセット、これ古葉とか葉っぱをこれで取る時にピンセットで使えます。あと作業が全部終わってその
落ち葉なんかをこう幹に引っかかったり枝に引っかかったりしたのをこれで取ってもいいですね。先の曲がってるのとかまっすぐのとかあります。これも結構どこでもあるピンセットでなくて割と力強くつかめて、やっぱり高価な道具はそれなりに使いやすいなという。これはホームセンターで売ってるような安いほうきで、これで最後掃除なんかもううちで使ってるものなんでもうボロボロであれですけど、はい、であとは幹を曲げる時にこれでテコで曲げたりする道具、これもこっち枝を引っ掛けてこうギュッと曲げたり、これも太さに応じて、でもそれでもどうにもならん子はこれでね、無理やりもう下の控えとこれとギュッとやってこう曲げていくみたいな、そんな道具もあります。はい、だいたいうちで使う代表的な道具この辺なんですけども、まず皆さんが盆栽やり始めてこれ全部揃える言ったら1本ね何千円とかね、たまに1万超えるとかもあるんで、全部言ったら大変だと思うんで、だいたいうちがおすすめするのが、最初のハサミ、どっちでもいいの、これとちょっとでもこの安い感じのハサミはね一つあった方がいいですね。ここが先が飛んでもね安いから大きいぐらいな、のこもあってもいいですね。あと針金切りはこの中くらいのが一つあったら、あとやっとこもこれ一つだったら結構いけます。また枝切りもそうですね。この先の丸い先の尖ったこの子一つあったらいけるかな。ピンセットもまっすぐでも曲がっててもいいんですけど、個人的にはちょっと曲がってるのが使いやすいかな。結構最初紹介しましたけど、これぐらいあったらどうにかいけるかなという感じはします。よかったら参考にしてみてください。はい。今日のテーマはこれで以上です。松本生産日本一の北谷養成園北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。